達兵衛の質問。ジャースパルと申します。無課金初期勢が質問に答えてみるやつ。今回は達兵衛関連の質問がいくつか寄せられておりましたので、ちょっとねポンポコお答えしていこうかなと思います。いや、達兵衛ね、大器晩成なポケモン、いわゆる600族と呼ばれておりまして、原作でも育成に時間のかかる経験値タイプって言ったらいいんですかね、なんですけど、ポケモンスリープでももちろん大器晩成なところがバッツリ踏襲されておりまして、育成に必要な経験値が通常のポケモンの 1.5 倍かかる代わりに育ちきったらめっちゃ強いぜっていう、そんなデザインになってます。なのでね、言ったら2体目を育てるのもなかなか大変だし、慎重に育成する子を吟味したくなるポケモンなんですよね。本当に悩むよねとはいえというか、私すでにそこまで強というわけでもないボーマンダを育成しているので、すっごい極端に言ったら妥協しちゃえる人間の回答をお話ししていきたいなと思います。そのつもりでお聞きいただけたらなと思います。それでは達兵衛関連の質問参ります。ということで今回は4つありますね。質問答えていきたいなと思います。前回の動画もね、実は達兵衛の厳選がうまくいきませんっていう内容だったので、達兵衛は悩むよね本当にってことで最初の質問こちら。達兵衛のキノミ S おテスピ M 生意気が来たのですが育てるか迷ってます。600族経験値ダウンはきついですかってことで、きついと思うでもきついけど、これはしょうがないんじゃないかな。なかなかね、これ以上強い子ってそう来ないんじゃないかなと思いますし、私だったらクソデカため息を一つ吐いて腹決めて育てるかなっていう感じがしますね。もしその質問してくれた方が普段からいいキャンプチケットを使ってるとかで、料理パワーアップ S があんまり重要じゃないよっていう場合は、スキル上げの性格も EXP ダウンもどっちもデメリットというかあんまりいいことないから、それだったらもうちょい粘るのもありなのかなとは思いますね。今ってホリデーの雨ブーストがもう本当に先だし、もしかすると次の雨ブーストが昨年準拠だと3月とかまで来ないかもしれないので、結構間が空きかねないと。だからこそさっさと育成しちゃおうってするのもありだと思うし、睡眠 EXP もたくさん入れてってね。で他にアンバーの木の実担当がすでにいるっていう場合であれば、いっそ次のミニアメブーストまで待ちながらさらにいい個体を探すとかっていうのもありな気はするかな。生意気を育てようってなったらアメブ使いたくなりそうですよね。なのでちょっと質問に答えるのが遅くなって申し訳ないです。無課金パル的にはボーマンダは木の実の仕事に加えて料理パワーアップ S を使える、鍋拡張してくれるっていうところを結構評価しているので、料理パワーアップ S があんまり重要じゃないと思える環境であれば、バタフリーとかね、チルタリスとかで一旦いいかなってしてしまいそうなので、料理パワーアップ S も重視するんだったら生意気もやむなしということで育てるかな。あとは本当に他の木の実担当がいるかどうかだったり、料理パワーアップ S 使いたいかはもちろん、いっそねフレンドレベル40まで行ってお敵の探すぜっていうつもりで考えてるかどうかとか、2体目を育てることになるかもなって考えてるかどうかとか、そのあたりのことを考慮して、総合的に判断するって感じになりますかね。どうでしょうか質問の答えとしては、600族経験値ダウンはきついですか？多分きついですでも個人的にはそれ以上の厳選をするのもきつい気がするので、育てるかなって感じで行かせていただこうかなと思います。いかがでしょうか？ご質問ありがとうございました。 OK、 ではお次参りましょう。お次はこちら。いつも動画参考にさせていただいてます。今回達兵衛の個体相談をお願いいたします。かしこまりました。1、木の実の数 S、 スキル確率アップ M、 最大所持数アップ S、 スキルレベルアップ M、 食材確率アップ S、 性格は慎重。2、木の実の数 S、 お手伝いスピード S、 元気回復ボーナス、最大所持数アップ S、 食材確率アップ S、 性格はおとなしい。
1と2の子どちらを育てるか迷っております。ツールを使ってみると大した差はないのですが、2の子のお手伝いスピードに銀種を使ってもいいか迷っています。私は初期税無課金で一緒だ。今後アンバー中心にフィールドを選ぶ予定です。私も。でも達米厳選を終わらせて育成に入りたい気持ちもあり、上記の子たちで厳選終了していいか迷っています。助言いただけたら助かります。これからも動画楽しみにしております、ということで、こちらもありがとうございます。ってことで、この2体1の子か2の子かっていう話なんですけど、役割が若干は違うので、それのどっちを取るかみたいな話になるのかな。上の子は相当スキルに長けてはいるので、料理パワーアップ S がより必要かどうかが注目すべきところだし、言うてね、下の子も正確でスキル率は上がってるし、それプラスお手伝いスピードアップもあって、で元気回復ボーナスも自分自身と相性いいから、結構ね下の子強そうなんじゃないかなという気はしますかね、ファーストインプレッションで。軽く調べてみたんですけど、スキルの期待値は1日 0.5 回くらいの差になるみたい、1の子と2の子で。なのでその 0.5 回をどう考えるのかって難しいよね。結局料理パワーアップ S ってね、その食材セレクトとかみたいに積み重ねでやっていくものというよりは、もう本当に発動するかしないかだからね。でもそれぐらいのスキルの差をまず1個どう考えるのかっていうのと、下の子にね、この2の子にサブスキルの種を使ってお手伝いスピードを上げちゃうってすると、若干はそのスキル期待値も底上げされるので、それがバランス良さそうな気はするかな。で、料理パワーアップ S をそれなりに重要だって考えるのであれば、食材パターンもねちょっと重要だと思うので、今だったらポテトが多いかとか、生姜を集めるポケモンがいなければ生姜が多いかとか、そこを見てあげてもいいんじゃないかなと思いますね。ポテト多いとね、今だったらグラタンでも活躍できるかもしれないし、自分自身もね料理パワーアップ S 持ってるし相性良さそうだなと思いますね。言うて生姜もね新レシピが来たら使われるんじゃないかなっていう気はしてるんですけど、でも今の環境、これからだいたい1年ぐらいの環境でボーマンダまず最初の活躍のタイミングって考えると、ポテト多めの個体の方が取り回しやすそうな気はするかな。本当に生姜はコーラを結構作れるならありかなくらいになるでしょうかね、現状ね。ちなみに私はコーラ作りますねで、拡張できなかったらお茶会コーンスコーンを作るみたいな感じでデザートは過ごしてます。AB の子なんですけどね。で、食材とそれ以外の要素としては、上の子は性格慎重で食材確率が下がってるから、お手ぶためで木の実を貯めるのには適していると。ただお手ぶためするときってスキルが使えなくなっちゃうので、そこのミスマッチはあるんですけど、お手ぶを貯めるときって週末とかその時点で鍋拡張を使うかって言われると別にいらないよなというところもあるので、手持ちに強いお手伝いブースト使えるポケモンがいたりして結構お手ぶためやりますよっていうのであれば、一層上の子を選ぶっていうのもありなんじゃないかなとは思いますね。個人的にはね、その食材も込みで集めるのも強いと思うので、下の子の食材がその2の子の食材が普段集めるのが苦手なものだったりとかだったら、別に2の子でお手ぶためしちゃっても良さそうな気はしますかね。ってな感じで、とりあえず食材と鍋拡張がどの程度必要そうかっていうのをまずちょっと考えてみて、とにかくスキルを重く見たり、その 0.5 の差を重く見たりとか、お手ぶための木の実を重く見るんだったら1の子で、バランス良さそうなのは下の子だなと思うし、サブスキルの種も、こっからかなり長い間活躍してくれるんじゃないかなと思うので、ありなんじゃないかなとは思います。一応ね、サブスキルの種でお手伝いスピード上げてもお手ぶためにはあんまり影響しないというか、貯めてる間の逸育は関係あるんですけど、確定でねお手スピ M にできるのであれば全然ね使っちゃってもいいんじゃないかなと思います。これからしばらくアンバー行くつもりって言ってくれてますしね。でほんのりスキル期待値も上がるしみたいなところを考慮しますかね。おそらく私だったら2の子を育てちゃうかな。サブスキルの種も入れるんじゃないかなと思います。あとはシンプルにうちのチームに元気ダウンのポケモンが多くて
でヒーラーもねめちゃめちゃ強いってわけじゃないので、意外とね元気回復ボーナスが輝くシーンがあるまあみたいなところも若干考慮しつつ、一緒に寝る機会もね木の実のポケモンなのでかなり多いんじゃないかっていうところを考えると、まあ、2の子も元気回復ボーナス込みで悪くないんじゃないかなと思いますが、いかがでしょうかということで、まあざっくり質問に答えるとすると、2の子を私は育てるし、サブスキルの種も使うぜって感じだね。まあでもこれも最初の人と、似たようなところがあって、最終的にお手キノとか探したいんだったらでまたちょっと話変わるかなって感じはするかな。まあでも1体目で育てちゃっていいような気するけどな、どうだろうそんな感じかなと思いますご質問ありがとうございました。 OK、 じゃあ次参りましょう。次はこちら。こんにちは。いつも動画楽しませてもらっています。私はプレパス勢でそれ以外の課金はないです。アメブを使わないアメ育成について、 ABB 海流レベル54をレベル60に育成するか、 ABB ボーマンダレベル50をレベル60に育成するか、どちらを優先するかは迷っています。海流飴、ボーマンダ飴、万能飴は十分にあります。すごい。最近やっと強い AAA ナックラーを仲間にできたので、最強料理を作るロマンを追い求めて海流を育成しようかなと思いつつ、アンバーに行く頻度がまだ高いならエナジーを安定的に支えてくれるボーマンダの育成もありだなと思い楽しく迷っています。素晴らしい。今持っている夢のかけらは150万ぐらいです。雑談がてらパルさんの意見を聞かせていただけると嬉しいです。よろしくお願いしますってことで、まあ結構難しそうな議題だなとは思いましたが、私だったらね、感覚ね、海流なんだよな。海流。ABB の海流とおっしゃってるので、多分ね、現状も高音担当なんだろうなと思うんですけど、そこが強化されることになる、レベル60になれば。ので、より若漏れの高音特化になって、使いやすくなるんじゃないっていう気はしてますね。ハーブも必要なんだとまたちょっと話変わる気はするけど、レベル60目指してるって言ってるからやっちゃっていいんじゃないかなと思いますし、いいのか悪いのか、海流元気チャージ持っていてくれてるので、一旦ね、そのぐっと強くなるラインまで育てちゃって、そっからは一緒に寝ないで済むみたいなところもあるかなと思うんですよ。海流はね、元気チャージの発動率ってそんな高い方ではないんですけど、なので、私元気チャージ持ち食材ポケモンとりあえず60に育てるの好き人間なのでそういったところも考慮して海流かなーっていうのがまず感覚的な第一ですね。なんならね、アメブーストしてもいいんじゃないかなって思いますかね。アメブーストなしのアメ育成でっていう風にね、質問してるのにクソリプを返していくというねで、一方ボーマンダはやっぱ睡眠で育成しても強い、寝ている間の木の実も強いし、アンバーにとどまるのであれば今後もねどんどん飴が集まるだろうし、フレンド飴の人気も高いんじゃないかなと思ってるので、優先してなくても結構勝手に育てられるんじゃないかなと思ったり、もちろんね飴がっつり使うことにはなると思うんですけど、夢のかけら150万くらいあるということなので、どっちも育ってるねえ、クソリプかもしれない。どっちもレベル60にしましょう。しかも海流飴は今から集めるの大変なのでミニ飴ブースとしてはいかがでしょうかっていうねもうクソリプかもしれないねえ、いかがでしょうか究極先に料理の方を優先するのか、木の実のポケモンの育成を優先するのかっていう問いであると、私は料理かな。それなりにね、そのレシピレベル上げるのにも時間かかるしなという思いもあり、料理かも。で、ボーマンダの料理パワーアップ S も料理がね作れてこそ輝く側面はあると思うので、若漏れどうかとは思うけど先料理かなというだいぶクソリプ混じりの回答になってしまったんですけれども、いかがでしょうか
まあ私なら先海流かな。まあ多分ねこれアメブを使わないアメ育成っておっしゃってるから、アメブするポケモンってすでに決まってるってことなんだと思うんですけど、その場合は万能アメもねあるってことだったので、海流に回していくのもありなんじゃないかなと思いますね。ボーマンダね、今 ABB あんまり生姜使わないっていうのもあるかなもうちょい後で育ててもいいんじゃないかみを感じなくもないですかね。まあ別に ABB でも AB でもポテトの数ってそこまで変わんないんですけどね。そんな感じかなと思いますOK、 ご質問ありがとうございました。それではね、4つ目最後の質問いってみたいなと思います。こちら、万能飴の使うタイミングが分からずずっとボックスを圧迫しています。しばらくアンバーにこもる予定なので、ナックラーやタツベイに使って日々の快適さを高めるべきか、それともまだ見ぬ神個体や新ポケのために温存しておくべきか、パルさんはどんなタイミングで万能飴使ってますかってことで、厳密にはねタツベイの話ではないんですけど、タツベイの名前も上がっているということで、今ちょうど万能飴の話もしたので、こちらにもお答えしていこうかなと思います。ってことでね、使うタイミングねわかんないと圧迫するよねこうまず私が道具バッグの拡張をしてなくて、初期値の100のままでプレイし続けてるので、万能飴バッグ圧迫してるなと思ったらもうすぐ使ってる今なのでほとんど手元に残ってないんですよね。万能飴マジですぐ使っちゃいますね。一番最初に使うって言ったけどそれは嘘だな。まず夢の塊からと食材チケットから使っちゃうなっていうぐらいすぐ使ってます。で、誰に使うかなんですけど、そうですね、それこそ目標があるポケモンに使うかな。普段使ってるのはこう1個前の質問を例にしちゃうと、私は海竜の育成を優先したいし、海竜は飴を新規で手に入れるのも結構大変そうなので、ボーマンダよりも海竜に万能飴もあげたいし、なんならミニ飴ブーストしたいし使うかなっていうことになるんですけど、これは海竜をレベル60にしたいっていう目標があるので、例えばねレベル50で止めてってもよければボーマンダを優先するんじゃないかな木の実のポケモンはねレベル高ければ高いほどいいので、そんな感じでアンバーに今後こもることになりそうであれば、タツベやナックラーの飴ってまあ手に入るんじゃないかなと思うんですよね。フレンドさん次第でもあるんですけど、でこう今すぐじゃあ例えばレベル50にしたいとか60にしたいとか、あとはなんかこっからねもう一回レベルガッて上げちゃって、こっから溜まる分はいつかの2体目のためってことにしちゃおうって場合とかは、ガンガン万能飴使って育成しちゃっていいんじゃないかなと思ってます。で、私はこう最近万能飴を大量に使った子で言うと、パンプジンをレベル50にした子がいるんですよね。ちょっと画像を横に出しとこうかなと思うんですけど、このパンプジンはこうレベル50のサブスキルを解放したかったのもあり、がっつり万能飴を使って育成したんですよね。確かなんだっけ、なんかのタイミングでもらった万能飴 L とかまで使った気がするっていうのもレシピレベル上げをしたかったので、ドキドキコアイカオパンケーキのこれはもう日々の快適さのために使ってるっていうことだと思うあとあれか、 AAA のパンプジンじゃないからレベル50以上って一緒に寝る意味が薄いと。これ以上レベルを上げる意味が薄いので、パンプジンを飴でレベル50に上げれば、その分ね一緒に寝る枠を違うポケモンに渡してあげてるみたいな風に言えなくもないってことで、それこそ今同じアカウントで ABB ミカルゲをレベル60に向けて育成してるんですけど、一緒に寝るのはこの子で、日中でかぼちゃ集めるときはパンプジンにしてたりしますので、日々を快適にするために使ってそうこれやるんだったらね、パンプジンは大玉とかじゃない方がいいのかもしれないけど、足速い子の方がいいような気もするけど。でこれまた逆にこうもしね目標が神達兵衛とか
何かしらの基準を満たすナックラーが出てきた時に一気に育てるために使いたいっていうんだったらキープしておいてもいいのかなって言おうと思ったんですけど、私が同じ状況だったら多分適当な達兵衛とかナックラーを捕まえた時点で圧迫してる分の飴は全部突っ込んじゃってますねミニ竜の時とかも確かそういう風にしてたので、このポケモン育成したい、いや育成するっていうポケモンには先に飴を砕くこともあります。まあサブアカはミニ竜育てられてないんですけどねこれはあれだね、非常に悪い例ですね。ただメインアカウントの海竜はもう間もなく2体目がレベル60になるので、これはまあ割と成功した例と言えなくもないのかもしれないまあなのでね、私はそもそも飴をまあまあすぐ砕く生活を年単位でしてしまっているので、すぐ砕いて日々を快適にするためにすぐ使ってますっていうねえ、そんな感じですけど、まあ別にそれがおすすめだとも大して思ってはないですかね。そうしなきゃいけないからそうしてるだけで、まあなので圧迫してて困っているようであれば多少がっつり使ってみるというのも悪くないと思いますよっていうあとは貯めておきたい理由があるかどうかを考えてみてもいいかもしれないですね。こう例えばパッと思いついたのだと、世の中には新ポケモンをいち早く分析するために飴を集めてる人が多分いるんですよそれこそレノンクスさんの分析チームの人とかは達兵衛登場しましたってなって、その新ポケモンの食材確率とかスキル確率とかを分析するためには、じゃあボーマンダの食材確率分析したいですってなったら、達兵衛パッとゲットして一気に進化できるとこまで育てて、でボーマンダにして、でそのボーマンダのサンプルをいっぱい集めて、その多分ツールがあると思うんですけど、そこにボーマンダを何体も人力で入れると、その SP とかの逆算から食材確率スキル確率割り出せるみたいに、多分ね、達兵衛解禁日に即座に達兵衛をゲットして、わけも分からず万能飴でレベルを上げてボーマンダに進化させてってやってる研究者の方が世の中にはねいらっしゃると思うんですけど、その人たちはね研究するためにポケモンスリープやってると思うので、もはやここまで来ると、なのでまだ見ぬポケモンのために万能飴をしこたまかき集めるというのが一つ目標だと思うんですよね。っていう貯めておくことが目標になってるみたいな人も一定数いるとは思うんですよね。他は何だろう、現実的な例えばゼニガメの次の A ミルクの食材ポケモンとかそろそろ来てもよくないですかあとはね、不思議花の次の A 蜜、カイロスもいるけどみたいな子が来たら、その子を頑張ってゲットして一気にレベル60にするぞみたいな、そういう人とかもいてもいいのかもしれないいるかなあとは例えば推しのポケモンが新王御三家ですと、今年来てもおかしくないじゃないですか、新王御三家。わかんないけどね。そのために、ちょっと貯めておくとか、何かしらね、こう貯めてる理由が見つかったら、そのために貯めてるぜってなれるかなと思いますし、特に見つからなくてなんとなくもったいないが理由なんだとしたら、それはそれでなんとなくもったいないと思う理由がどっかにはあるような気がするんですけど、パルさんこう言ってたしなと、使ってみるかってしてみて、がっつり使って、その直後推しのポケモンが実装されたら切れていただいてその時はしっかりと謝罪させていただきたいなと思いますという感じでいかがでしょうかご質問ありがとうございました。そんなわけでね、達兵衛関連だったり、結局万能飴関連の質問に4つお答えしてみたんですけれども、いかがでしたでしょうか。このねクソリップ混じりの回答が皆様のポケモンスリープ体験をより良くすることに少しでもなっていたら幸いですということでね、こんな感じで参考になるのかならないのかわけもわからない回答をするんですけれども
何かご質問ございましたら概要欄コメント欄にマシュマロのリンク貼っておきますので、いつでも質問お待ちしております。ちょっとねすぐに回答できるわけではないよってところだけねご容赦いただけたらなと思います。そんな達兵衛と万能飴の質問でした。ということでここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければグッドやハイプで応援いただけますと、この質問コーナーが存続するのに非常に役に立ちますので、何卒応援いただけますと幸いです。スーパーサンクスなんかもお待ちしておりますまあ余裕がない時にスパチャとかは絶対投げちゃダメですからね、そこは徹底していただけたらなと思います。そして前回の動画にもたくさんのコメント本当にありがとうございました。すべて目を通しております。コメントだけでもねやってよかったなと本当に思いました。温かいコメント、厳しくも温かいコメント、本当にどれも素敵なものばかりでした。本当にありがとうございます。今回も何かありましたらお待ちしております。それではね、達兵衛厳選ね、まあ目下悩ましい問題だろうなと思うんですけれども、パルはなんなら2体目を育てることになってもまあしょうがないかぐらいのつもりでおりますので気合で育成していきましょう。本当にねボーマンダかっこいいのでメガ進化する日も楽しみに待ちたいなと思います。それでは今日も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。